こんにちは。昨日とついぐらいからハニーバウンドという大変な状況に陥ってまして、ハニーバウンドっていうのは Twitter、Instagram 見てらっしゃる方はもう知ってると思うんですけど、一気に蜜が入ってしまって産卵圏を圧迫して女王さんがいじけちゃうことなんですね。それ蜂蜜たくさん入ってイエーイだと思うんですけど、違うんですよね。卵が産まないってことは3週間後の蜂の人口人口じゃねえな、蜂数が減るっていう意味なんですよね。なのでそれを避けるための処置っていうのを今日いろいろやるんですけれど、ちょっと状況を見ながらいろいろ考えながらやるので、とりあえず作業を始めます。まずは一番こちらの巣箱の継ぎ箱を上げる作業を始めたいと思います。ここの3つ全群でハニーバウンドを起こしていて、これまでこちらの巣枠だけに蜜を貯める方策を練っていたんですが、山桜の蜂蜜が終わった後に何かの流蜜があったみたいで、上水桜とかもう3日ぐらいで一気に蜂蜜で溢れ返ってしまって、蜂蜜じゃないネクターですね、花蜜、これも蜂蜜、花粉、卵、この継ぎ箱を上げる上で大事なことは、ここに産卵スペースをしっかり作ることですね。で、継ぎ箱の上げ方はこれまでの動画で紹介している通り、上の箱に2枚幼虫が育っている育児フェロモンがしっかり出ている枠を上げて、その周りを空巣で埋めて上に蜜を貯めてもらうようにしていく方策です。西アカシアが流蜜始まりそうなんで、この辺り標高で行って 100m 下ではもう流蜜が始まってるんですよね。なんでうかうかしてるとどんどん蜜でいっぱいになってしまうので、例えばこれなんて本当は卵を産んでほしくて入れた枠なのに全部蜂蜜が入っちゃってるんですよね。裏も表も。これは2週間以内、2週間ぐらいかなとさなぎが出てくるので、さなぎが出た後に蜜を入れてくれるように上の段、いやこれ下にしとこう。これちょっと生まれたばっかの幼虫が多いんで上にあげます。いや下にしよう。卵なし、これ蜂蜜、全部蜂蜜だよな。この全部蜂蜜が溜まってしまった枠は分割群の餌枠にします。ここにまた巣枠を入れていきます。巣枠じゃない、空巣ですね。蜂蜜を貯めてしまうかもしれないけれど、女王さんがこの空巣を見つけてくれたら卵を産んでくれるはずなので。女王さんどこだ。よし、ご覧のように下から3枚あげました。で、下の空いたスペースに真新しい巣枠を入れていきます。これまで9枚で管理してましたけど、下のブルードチェンバーは10枚にしたいですね。なので詰めていきます。詰めていくときに蜂をあまり潰してしまわないように注意して枠を入れていきます。9、10、よしよし、10枚入れました。そしたらここに角黄板ってのはこういうやつなんですけど、女王蜂の通れない網で女王蜂が上で産卵しないようにするものなんですが、今回はまだ角黄板を入れずに継ぎ箱を上げます。よし。で、2階部分は蜜を貯めてほしいので、巣枠の隙間は1センチ以上にします。そうすると、この前も説明しましたけど、分厚い筋を作ってくれます。上は蜂を分散させないために、この分割分案を入れて、蜂を込ませるようにします。よし。これが新しい巣枠、これが空の巣枠、これが下から上げた枠、9、新、9、新、9ですね。これチェッカーボーディングって言うんですけど、ここからどんどんミツバチたちは巣を作るので、1日2日ごとに上の枠を増やしていって、上が完成する頃にここに角黄板を入れて女王蜂を下に閉じ込めてという作業にやっていきます。ここからちょっとしばらく気が抜けないんですけど頑張ります。よし、ということでこちらの枠は OK。 1枚この蜜枠をいただいたので、あちらの分割群の餌枠として1枚使います。この分割群は女王蜂が生まれたんですよね。ただもう交尾飛行に入れて産卵を始めていい頃なんだけど、多分交尾飛行失敗して帰ってこれなかっただかね。卵は産んでないですね。女王蜂見つからず。この巣箱女王蜂はできたんだけど交尾飛行失敗ぽいな。どうしよっかな。とりあえず箱を移動しよう。ミルクボックス卒業。
ちょっと女王蜂不在疑惑がありますけど、このニュークボックスからこちらの10枚枠に移動します。ミツバチっていうのは自分の巣箱の場所を景色で覚えてしまうので、今ここにあったニュークボックスをこちらに移動して、それからこの巣箱をこちらに入れておきました。これを逆のことをしてしまうと、つまり枠の位置をずらしてしまうとミツバチ迷子になるんですね。3、40センチで迷子になるって聞いたことがあります。そのうちちゃんと自分の巣箱、女王さんがいる巣箱は見つけるんですけど、特にこういう女王さんがいないかもしれない巣枠は位置を変えるとき、巣箱を移動するときに蜂を移動してしまわないようにしないといけません。もう一遍女王蜂探そう。これは女王蜂作れなかったかな。あ、いた。女王蜂いた。見えるかな。どっか行っちゃったとにかく女王蜂いました。よかったよかった。ということは、この子たちはじゃんじゃん枠を作るから、巣枠を2枚チェッカーボーディングして、蜂蜜も花粉も今十分あるので、これでいいな。女王蜂いてよかった。よし、こちらは以上。もう日暮れてきちゃった。で、問題はこれとこれです。ちょっと中見てみましょう。なんか痛いぞ。刺されたっぽいぞ。ちょっと今足を刺されちゃいましたね。もうこれ採滅しよっかな。どうしよっかな。こんな状態なんですね。こういうさなぎのある枠を遠心分離機にかけて分回すってことをちょっと避けたいんですね。そういう絞り方を地獄絞りっていうらしいんです。最近聞いたんですけど、要は蜂の胞子が飛び出してしまって、胞子の体液が混ざったりする絞り方のことを地獄絞りっていうんですが、それをすることが悪だとは言いませんが、あんまりそれをしたくないので採蜜できずにいるわけですよ。何を待っているかというと、さなぎが抜けてそこに蜂蜜が溜まって、蓋掛けされたらそいつを絞るっていうことをします。ちょっと1階の様子だけ見て今日はおしまいにします。これも全部蜂蜜や。よいしょ。また刺されちゃいましたけど多分大丈夫。とりあえず応急処置をしましたね。もうちょっと採滅しようかな。採滅しようかな。